にちは。南インド古典舞踊家バラトナティアムダンサーのエリナです。で、2日目に続いて3日目の話をしようと思うんですけれども、2日目はそんな感じでなんか大丈夫かなみたいな感じで終わったんですね。なぜかっていうと、その受賞者のミュージシャンとそのガオリさんの連れてきた音楽家の方の全然波長が合ってなくて、なんかこの曲の変わり目とかね、出だしとかがもう全然なんか合ってなくって、意思疎通もできてないみたいな感じだったんで、この何回繰り返すみたいなねフレーズを、そういうのもなんかすごくね、なんていうのかな、心もとない感じだったんですね。で、大丈夫かなみたいな感じで2日目を終えて、でも2日目もすごいなんかもうね、ステージも見に行って、もうみんなぐったりして、結局9時ぐらいに帰ってきたんでね。それで面白いのが次の日パフォーマンスなわけですよね。2日目の夜ですよ。次の日パフォーマンスで、私はパフォーマンスの前の日は結構ちゃんとゆっくりしたいっていうか、なんか振り付けとかも覚えないといけないし、衣装をアイロンかけたりとか、しっかりね、休憩とか休んで次の日に備えたいんですね。なのでもうなるべく早く寝ようみたいな感じだったんですね。で、次の日朝10時からみんなで練習しようとか言ってて、ミュージシャンとダンサーと練習しようって言って寝たんですね。で、朝起きたらすごいなんかグループメッセージが来てて、朝早く起きてインドゲートで、なんだっけ、インディアゲート、デリーにありますよね、ゲートが、大きいゲートが、凱旋門みたいなやつ、そこで撮影しようとか言ってて、ミュージシャンがね。で、ミュージシャンって結局ダンサーみたいな振り付け覚えるわけじゃなくて、結構まあ時間余ってるなみたいな感じだったんですよね。1日目もレイトフォート行ったりして、暇だなみたいな感じだったんですよね。で、とか言ってて、朝起きてそんな撮影したらもうめっちゃ疲れるじゃんと思って、でも見たの朝だったんで、そしたらね、バラタラティアムで一緒にね、受賞者の若い女の子はもうノリノリで行ってたんですね。と思って、それで朝行って、まあ結局ね、その門じゃなくてゲートじゃなくて他のところで撮影してましたけど、ミュージシャンね、なんかね、他の日に撮影しようよとか言ってみんな言ってたんですね。だけどパフォーマンス終わってから、次の日とかだけど、なんかみんなバイオリンの子がなんかパフォーマンスの次の日すぐなんかね帰っちゃうとかで、その帰っちゃうのもなんかまたね、有名なそのね、音楽家の一家なのでコンサートあるのかなとか思ってたんですよ。そしたらなんか知らなかったとか言って、なんか、タージマハールツアーとかがあったんですね、その2日後ぐらいに。そういうのが知らなくって、チケットと取れたのがそれだったみたいな感じでとか言ってなんか本当混乱だったんですよね。で、早朝に行って撮影したみたいで、いやもうなんかみんな自由だなって思いましたね。特にそのロシア人の方はすごい自由でね、空き時間にいろんなねお友達に会ったりとか、あとね師匠さんに会ったりとか、みんなで撮影しようとかね、あとそのパフォーマンスの時間に自分のね音楽演奏したいとかね、なんかもう
収集つかないですよねいろんなこといろんな人がいろんなこと言い出したら。だからゴーリさんもすごいなんか手こずってましたね。なんかそれでその人は一応タブラの1位優勝者として選ばれたんですけれども、他のね楽器もいいよとか、タブラ結局タブラ3人になるわけですよね。そのガオリさんのミュージシャンと2人受賞者なんで、だから3人もいらないから他の楽器やろうかなみたいなことを言ってたんですね、そのロシアの方はね。そしたらなんかガオリさんはもうタブラとして選ばれたんだからタブラやってくださいみたいな感じで、結構ねなんかもう手こずってましたね、いろんなもうまとめるのが。で結局その撮影設営して朝撮影と思って、インドで結構フレキシブルになってたに対応できる方だと思ってたんですけど、いやもうなんかやっぱね上は上がいますね。でも結構私慎重派なんですよね。多分その去年の前田さんのがねなかったら多分話聞かなかったら行かなかったと思うし、そんな混乱に巻き込まれたくないと思ってね行かない方多いと思うんですよね。そういう感じで行かなかったと思うし、それで撮影して、でも見たらねすごいねかっこよかったですね。やっぱりねいろんなやっぱりね景色がいいじゃないですか。インドでしか撮れない撮影ね映像なのですごいね素敵な映像になってましたね。その映像がどこにアップされるのか分かんないですけど、ロシアのデニスさんっていう方はなんかねすごいいろんなミュージシャンの方と共演してね映像撮ってて、日本にも何回もね来日しているビッグビナヤカさん、竹原浩一さんっていうねムリダンガムとモルシーのね南インド古典音楽家の方のお師匠さんのお孫さんと一緒になんか演奏してたりとか、いろんな方とね共演してね映像を撮っていいなと思いました。私もそれやりたいと思いましたねでもなんかねいろんなことに惑わされちゃってね、なんかもう毎日のあれが忙しすぎちゃって、なんかそういうねやっぱ家族持つとね家族第一になっちゃいますよね。でもなんかねいいなと思いました。いろいろ参考になりましたね。で、3日目ですよ。いろいろね話がそれてすいませんけど、3日目はそういうことがあって行ったのってなって、でホテルでご飯食べて、で10時から練習したんですよね。ミュージシャンとダンサーと。でホテルのね階段の踊り場ですごい狭いところでみんなでね練習して、でもね本当にねそのリーダーがいないので、カルナティックの声楽家のね若いその方が何回だよって言って繰り返すの何回だよみたいなの言って、何回もね練習してタイミングダンサーがね入れ替わったりとかね、いろいろねこのダンスがここから始まるとかでいろいろあるじゃないですか、出だしが。それを覚えるのに何回も練習したりして、でもねこのみんなで練習しても結局最後に合わせるとね他のゴーリさんのミュージシャンの方もいらっしゃるので、どうなるかねなんて言いながら練習して、で11時半まで練習したのかな。でその練習してもうすぐメイクに入りました。メイクに入ったのが11時半で、私ねやっぱりね時間かかるんですよね。インド人でもないのにインド人らしくするじゃないですか。カタックはねあんまりね時間かからないんですね。
インドはねすごい長い髪の毛で地毛でやってる方もいるんですけど、私はつけ毛なのでね、それで髪の毛とかやっぱメイクアップとか時間かかるので、もう11時半から始めて、で私はもうホテルでご飯食べてメイクアップしてで準備して、まあそんなこんなでご飯ね、そんなこんなで時間になって、みんなで3時に出たのかな、3時に出て会場まで行きました。で、会場に行ったらグリーンルームって言って控室はすごい大きいねホールだったんですね。その昔ラジャスタン州のマハラジャの邸宅だったところで、そこに行って、ホールは冷房効いてたんで、もうメイクがドロドロにならないで済んだんですけれども、でそこで待ってて、で すごい大きいホールだったんでICCR の他のね今勉強されてる小学生の方もみんな来て、すごい大人数でね、で行ったらちゃんとねなんかステージが出来上がってて、ね、前日はねなんかすごいもうねステージの上もすごいなんか裸足じゃないですか、インド舞踊を踊るのだから、裸足で上がりたくないみたいな感じだったんですけれども、なんか綺麗にデコレーションされてて、後ろにね幕っていうのかなできてて、ステージライトもあって、ステージライトあるのとか思ったんですけど、ちゃんとステージライトも来てて綺麗になってたんですね。でよかったと思って、それでパフォーマンスをなんとかできました。で面白いのがステージ、さっきもね言いましたけど、さっき言った2日の目の時言ったのかな、ステージディレクターがいないじゃないですか。なので始まる時に出演者を呼ぶ人がいないんですよね。各自ちゃんと自分の時間を把握してステージに来てくれみたいな感じで、ゴーリさんずっとねステージにいらっしゃるので、ミュージシャンの一部としてね、コンダクターとして、なので私たちね最初にミュージシャンが入ってきて座るわけですよね。で座ってダンサーがその音楽が流れてから入ってくるんですけれども、ミュージシャンが座ってて、で私たちスタンバイしてるんですね、袖に、舞台袖に。なんかねって言ってるんですね。分かんないわけですよね。でマイク通して言えないし、でなんか言ってるんですよね。水飲みたいのとか、なんかマイクがないのとか、何みたいななって、で全然意思疎通ができないわけですよね。ね、そんなにね何ヶ月も過ごしたわけじゃないし、でなんかってやってるんですよね。そしたらみんな気づいたんですよ。一人足りない。一人いない。そしたらね走ってきたんですね、舞台の裏から。でひょって座ったんです。舞台パワーってそれから走ってきて、もうみんな始まってんのに。でそしたらゴーリさんがすごい目を丸くしてびっくりしてっていう感じで見てましたね。ほんで一人足りなかったんだみたいになって、でもそれパフォーマンスの出だしだったんで途中じゃなかったんでよかったですね。なんかね体調が悪くってトイレにいたらしい。そしたら始まっちゃって、自分たちの番が始まっちゃって急いで走ってきたらしいですね。まあでもねゴーリさんすごい優しいから、パフォーマンス終わった後に笑ってました。
ね、すっごい怒られるかと思ったんですけどでみんなで大目玉絶対怒られるとか言って思ってたんですけど、ゴーリさんはねすごいねいい人で有名なんですって、ゴーリさんね。いいですね、そういう方とねご一緒できて本当に光栄でした。いろいろ文句言ってますけど光栄だったと思いますね。なんかそこで会わないと知らないし、やっぱりバラタナティアムのねダンサーばっかりなので知らないし、ね、なんか知り合えて光栄だなと思ってよかったですね。でパフォーマンスパフォーマンスの私たちのそのソロっていうかね、舞踊ごとの部分が心配だったんですよね、ずっと。なんか曲続いてんじゃんみたいな感じでポーズするんでね、こうやってディーンって終わりたいわけですよね。でもそこで終わんないとみたいになるわけですよね。だからそこで終わりたかったんですね、ちゃんと。で毎回リハーサルの時にアイコンタクトで次だよディーン来るの次だよみたいな、こうで私がね左側からこうパッ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 って来るんですね。でゴーリさんとミュージシャンがねこっちに座ってて、後ろに受賞者のミュージシャンが座ってるんですよね。だけど後ろにこう振り返るわけにいかないじゃないですか。なので横でここ来るよって言ってアイコンタクトでやってるの撮影パフォーマンスで見えてるのかな、もう必死だったんでちょっと分かんない。リハーサルの時はもう次って感じでもう言えるんですけど、ステージの上で喋るわけにいかないじゃないですか。こう優雅なねこう顔して踊ってなきゃいけないんで、でこうやってネイティーンって終わるんですけど、そこが多分ステージの上でもこう次だよって言って感じでアイコンタクトして、そしたらゴーリさんもみたいな感じでうまくいきましたよ、それは本当に。でもね一番最後がちょっとね、一番最後の最後がまあちょっと混乱ありましたけど、まあなんとか音楽が途中で止まったりすることなく、まあなんとか成功しましたね。まあもうちょっと上手にできたかなみたいなところはありましたけど、なんとか成功して皆さんにもよかったよって言ってもらえてよかったですね。で ICCR その私たちの後の ICCR の生徒さんたちもなんか結構うまくねいって、観客の方喜んでらしたと思いますね。なのでなんとか3日目も無事に終わりましたね。よかったですね本当に。で途中にそのマハラジャの邸宅は展覧会が開催されてたんですね。なんかオークションって書いてあったけど、ほんでインド細密画を見れたんですね。だからすごいね繊細な絵を見れて、それも良かったです。なんかもうねミュージアムとか行ってる時間なかったんで、ちょっと北インドの細密画を見れて良かったですね。デリーの美術館とか行きたかったな。またデリー行きたいなと思いました本当に。なんかねすごいね、前行った時にすごい怖い思いしたんでね、もうデリー行きたくないなと思ってたんですね。でもなんかもっとよりすごいなんか近代化されてたし、すごい良かったです。また行きたいなと思いました。またねお買い物とかを最終日にしたんで、そのこともお話ししますね。需要あるこんな独り言みたいな喋ってるけど、なんか聞きたいことありますか？なんか勝手にね喋ってるんだけど、なんか参加したい方いらっしゃったらぜひ連絡ください。本当にね日本人の方ね参加してほしい。まあちょっと割に合わないかもしれないんですけど、でもなんかねやっぱり受賞すると自分のねモチベにつながるじゃないですか。
まあリハとかパフォーマンス代支払われなかったとしてもてんてんてんで、それでデリーに行きたいみたいな人もいいと思いますね。私なんかいつもチェン内なんで、なんかデリー行ってもやることないなみたいな感じなんですけど、なんかデリーに行ってそのまま滞在したい人とか、デリーに行って買い物あるから行きたいみたいな人とか、あとデリーに行ってみたいみたいな人もいいと思いますね。イギリス出身のバラダナティアムダンサーの方はインドに来るの初めてとか言っててでなんかね3人でご両親来たんですよね。そのバラダナティアムダンサーは18歳なので、メイクアップとかもねお母さんがやってくれるんですね。ありがちですね。インドあるある、インドダンサーあるあるですよね。ママがマネージャーママがマネージャーで、ママが全部ねこうやってメイキャップやってくれるんですよね。で可愛い娘を一人でインド行かせるわけにいかないとか言って、ご両親もねパパとママも一緒に来て一緒にホテル泊まってね、ママがメイキャップしてっていう感じでしたよ。でもう一人のスリランカのカタックダンサーの方もママが来て、ママがカタックダンサーなのかな。でなんか衣装がマッチしないとか言って2人で衣装2つ持ってきてくださいって言われてたんですね。で私バラタナティアムはなんか衣装がいろいろ種類あるんですね。パジャマタイプって言ってパンツみたいなのと、スカートタイプ、あとなんかサリータイプっていうの巻くやつとかいろいろあるんですね。なのでどれ持ってこうと思って、でパジャマタイプが結局着て、パジャマタイプを結局着て、色も他のダンサーとマッチしてたので良かったです。合ってたので。でもなんかカタックダンサーがそのねスリランカの方は1個しか持ってこなくって、なんか一緒のタイプじゃなかったんですね。なのでデリーに買いに行って行ってましたね。デリーでもカタックだったから良かったですね。バラタナタイムだったらお店で買えないから、デリーのお店とかで全部ねテイラーにスティッチしてもらわなきゃいけないから。Oh